こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はもっと詳しくということで、変形労働制のうち1ヶ月単位の変形労働制を取り上げてみたいと思います。変形労働制、そして1ヶ月単位の変形労働時間制採用している会社意外と多いかと思いますが、安易な運用によって無効となるケースが増えております。この1ヶ月単位の変形労働制導入の時の注意点ですとか、あとは運用の仕方、間違った認識などについて解説をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、変形労働時間制とはどのようなものなのか、そして変形労働制における時間外労働の考え方についてまずは見ていきたいと思います。そして今回取り上げる1ヶ月単位の変形労働時間制とはどのような制度なのか、この1ヶ月単位の変形労働制を運用する上で間違った運用、間違った認識を少し取り上げて最後に注意点とまとめという形になります。まずは変形労働時間制とはどのようなものなのかですけれど、変形というぐらいですから、まずは原則というのがあります。原則につきましては、労働時間の限度というのは1日8時間、そして1週間40時間。また休日は1週間に少なくとも1回。これが大原則ということになります。これを超えることはできない。ただし、サブロク協定届というのを提出することによって、時間外労働をすることができる、許されるという形になっております。多くの会社でサブロック協定届け出をしているかと思いますが、このサブロック協定ですね、今労働基準法の改正検討されておりますけれど、それにあたっての労働者代表の選出ですね、ここ変わってくるかと思いますので、今後安易な労働者代表選出をしている会社は、今のうちから選出方法についてチェックをしておいてほしいと思います。そして、労働時間の原則、1日8時間、週40時間では、業務の特質上、仕事の特質上、当てはまらない、なかなかこの枠に収めることができないというケースが出てくるかと思います。そのような場合にですね、労働基準法では例外というのを設けている。そのうちの一つが変形労働時間制と言われるもの。業務の波が季節変動があったり、月の中での大きな変動があったりという場合に、1日8時間、週40時間の枠を超えて特別に認められる労働時間制。こちらにつきましては、全会社の中の約 60% が導入をしていると言われております。また、その他に、みなし労働時間制。こちらはですね、労働時間管理が難しい場合など、そのような場合は、みなし労働時間制というのを導入することができるという、労働基準法の例外という形になっております。その他ですね、勤務間インターバルですとか、コードプロフェッショナルというのもありますけれど、多くの会社では変形労働かみなし労働どちらか採用している会社多いのではないでしょうか。そして 60% ほどが導入していると言われる変形労働時間制ですけど、そのうち 25% は1ヶ月単位の変形労働時間制。そのうち 32% は1年単位の変形労働時間制を採用していると言われております。その他ですね、1週間単位というのもありますし、特別なものとしてフレックスタイム制というのもありますが、多くの会社では1ヶ月単位もしくは1年単位ではないでしょうか。この変形労働時間制というのは、一定の期間内で労働時間を調整をして特定の期間において労働時間を長くする一方で他の期間において労働時間を短くする制度ということになりますので、1日8時間というのを場合によって伸ばす。そしてその他の期間で短くするという調整ができる制度になっております。このメリットに関しては、よく言われるのが柔軟な労働時間の調整ということで、業務の範囲に応じて労働時間を調整できて、効率的な労働が可能。また、残業時間の削減ということで、労働時間を調整することで残業時間を削減可能。
そしてこのデメリットですけれど、計画が難しい1年単位、1ヶ月単位においては、やはり就業予定日、カレンダーを作成しなければいけないということで、設定が複雑になってくるということで、このメリットを重視して導入している会社が多いですけれど、こちらはあくまでも会社の都合のメリット、デメリットになってきます。労働者からするとですね、やはり繁忙期に労働時間が長くなって、なおかつ時間外労働の賃金、割増賃金がもらえないということ、そして、翌月以降のシフト、出勤日がですね、確定していないというケースもあり、そうするとプライベートの予定も立てにくいということで、労働者にとっては非常にありがたくない制度だと個人的には考えております。あくまでも会社都合の制度と。そういった制度になりますので、労働基準法、そして裁判所においては、やはりこちらの制度は、労働者の生活設計を損なわない範囲において、労働時間を弾力化することを目的として認めているものになりますので、あくまでもその視点で運用しないとトラブルになるということ。すなわちですね、使用者側のメリットはやはり強く前に押し出して、労働者側のメリットはないので、そのあたりの調整というのは非常に重要になってくる制度と思ってください。そしてこの変形労働時間制、導入するにあたっての時間外労働の考え方ですけれど、1日の法定時間、当然8時間ですけれど、変形労働制を使った場合は、あらかじめ特定をされた1日の労働時間を超えた時間が時間外労働という形になる。また、1週間の法定労働時間、通常40時間ですけれど、特例の事業所においては44時間という使用も可能ですが、こちらですね、労働基準法の改正検討の中で、約8割の企業が使用していないということもありまして、いずれ廃止の方向で動いております。そして変形労働における1週間の法定外の労働に関しましては、あらかじめ特定をされた1週間の労働時間を超えた部分が時間外労働という考え方になってきます。そして、さらにですね、変形労働で注意しなければいけないのは、1ヶ月の法定時間外労働という形で、1ヶ月の総枠というのがあります。こちらはですね、40時間に歴日数をかけて1週間7日で割ったものという形になりますので、歴日数が28日の月、31日の月で労働できる時間数が変わってくるという形になります。このような形で、変形労働における時間外労働の考え方というのはありますけれど、やはり注意をしなければいけないのは、特定をされたというところが非常に重要なポイント。裁判にあってもここが非常に重要になってくるポイントです。そして次に重要になるのがあらかじめということで、ここに関しても非常に重視をされている部分ではあります。ではですね、1ヶ月単位の変形労働時間制、少し詳しく見ていきたいと思います。この1ヶ月単位の変形労働時間制導入する際にどのような手続きを踏まなければいけないのかですけれど、まずは就業規則の変更及び届け出、そして労使協定の締結届け出、そしてそれぞれの当然周知が必要という形になります。よく言われるのはですね、就業規則に書いてあればいいんですよね、という意見もありますけれど、どちらか一方のみでは不可になります。そしてさらにですね、労使協定も届けなければいけない。これがまずは大前提となってきております。その上でシフト表、会社カレンダーというのを作っていきますけれど、このシフト表、会社カレンダーを作成する上でですね、対象期間、そして起算日を明らかにしなければいけない。そして期間ごとの、労働日ごとの労働時間ですね。この労働時間に関しては、始業の時刻、就業の時刻、休憩の時間を具体的に定めることが必要となっておりますので、多くの会社であるのは、数多くあるパターンの中における代表的な勤務パターンのみを書いているケース。そして、あとは出勤簿、日にちだけ埋めている勤務表だけというケースがありますが、こちらでは認められませんので、このような運用をしていると、1ヶ月単位の変形労働制が無効になる可能性があります。
こういった形からポイントはあらかじめという部分と特定というのが非常に重視されてきております。このあたり自社の運用がしっかりできているかというのを確認をしてほしいと思います。その上ですね、間違った運用方法の例として、残業時間ですね、月の総額だけで計算をしている会社があります。当然ですね、1日1週間、1ヶ月という形の各単位で時間外労働を把握する必要があります。また、勤務シフトを変形の期間の途中で変更している、忙しいからということで、スタートをした後に変更しているケース、こちらは認められませんので注意が必要。多くの場合はやむを得ないからといって変更しているケースがありますけれど、やむを得ないと言われるのは、天災、地変ですとか、機械の故障、労働者の事故、怪我などによる場合になりますので、会社都合の変更はやむを得ないとは言えないと思ってください。このやむを得ないの安易な解釈ですね。こちらによって1ヶ月単位の変形労働制無効になってトラブルになるケースがありますので、よく変更がその理由をやむを得ないかどうかを検討してほしいと思います。そして最後に注意点とまとめですね。変形労働時間制のトラブルですけれど、裁判になった場合、その裁判の審査がですね、非常に厳格です。なぜならば、変形労働時間制は労働者の生活設計に影響を与えてくるということになりますので、特にあらかじめと特定というところを重視しています。この特定不備があった場合は無効になる可能性が高い。そして、変形労働時間制の運用が無効になった場合は、当然1日8時間を超えた場合は、その部分は時間外労働になりますので、割増賃金を払うことになりますが、通常 1.25 の賃金を払うという形になると思いますが、1ヶ月単位の変形労働制無効になった場合、基本時間単価も変わる可能性が高いので、非常に注意が必要かと思います。そして、変形労働時間制、運用する上で労使協定必要かと思いますけれど、この労使協定、使用者と労働者が話し合って合意をした上で決定作成をするものになっております。これはですね、労使協定締結することによって労働基準法の例外を認めるものになりますので、安易な合意ですね、形だけの選出などの、結果、労使協定を作った場合は、非常に問題になる、無効になる、トラブルの原因になりますので注意が必要です。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。